こんにちは、しずくと申します。本日はアレンジ塗り絵の記録をご紹介いたします。今回の塗り絵のテーマは、アナ雪と映画シャイニングのコラボレーションです。私はスプラッター系のホラーは苦手ですが、サイコホラーが大好きで、映画シャイニングは亡霊含めて登場するキャラクターが全員面白く、年に一度は見てしまう映画の一つです。おなじみのキャラクターの中でも、可愛い双子の亡霊ちゃんを一度は描いてみたかったので、今回はアナとエルサの子供時代の雪だるま作りのシーンの塗り絵をアレンジして、アナとエルサにも双子の亡霊と似たワンピースを着せて、有名な一緒に遊びましょう、ずっとずっと永遠にというセリフのイメージを表現してみました。雪だるまのお腹からは、映画の最後のシーンからジャック・トランスが飛び出してきています。拙い塗り絵ですが、もしご興味がありましたら、一緒に楽しんでくださいますと幸いです。それではどうぞ。アナと雪の女王と映画シャイニングのコラボレーションやっていこうと思うんですが、まず最初に私がずっと描いてみたかったシャイニングの双子の女の子、あの子たちをこのアナとエルサの間というかに加えたいと思います。で、ここにリアルに一緒に立っているようにするか、それとも亡霊みたいにしようか、ちょっと今迷ってるんですけども、下書きを描きながら考えてみたいと思います。まずは今回の線画のアウトラインをコピー用紙にざっくりとトレースしました。この実際に塗る線画のところに直接描いてももちろんいいと思うんですけども、何回も消しゴムを使うかなと、うまくできなくて消しゴム使うかなと思ったので、ここに消しゴムをたくさんかけても大丈夫なように最初描きたいなと思ってトレースしました。ちなみにオラフの雪だるまのお腹のあたりには、シャイニングで最後にジャック・トランスが凍っちゃったシーンありますよね。ジャック・トランスを描いてみたいと思います。はい。シャイニングの画像を見ながら、例の双子と、あとジャック・トランスの最後の表情を、凍りついたジャック・トランスなんですけど、最後の表情をスケッチしました。で、この絶妙に似てない感じがあるんですけど、でも多分この要素を見て、シャイニング好きな人は、シャイニングなんだなって多分分かってもらえると思うので、こんなもんでいいかなって思います。双子なんですが、映画の中で廊下で立ってるシーンがあるんですね。ジャックの子供に、三輪車に乗って長い廊下を走ってくるジャックの子供に、一緒に私たちと遊ばない永遠にみたいなことを言うんですよね。幽霊なんですけど。で、その廊下のライトが上から当たってるので、骨格が可愛い女の子2人なんですけど、骸骨の骨格がこう見える感じに光が当たってるんですよね。それがまた怖いので、そんな感じで描けたらいいなと思ってます。で、アナとエルサと実際に一緒にいる場面にしようか、それとも亡霊みたいな感じでこの場に浮き出てるような感じにするか悩んでたんですけれども、ブルーの感じで亡霊のように漂っているように描いてみたいかなと今のところ思ってます。はい、ここに3年前に購入していた日本製のトレース台登場です。もうめったに使うことがないんですけど、ほとんど絵を描かないので
アナとエルサの位置をだいたい合わせて、細かいとこまでは写せないですけど、アウトラインだけざっくり取っていこうと思います。見えないですね。ブルーで濃くも薄くもないスマルトブルーを使おうと思います。これでアウトラインを取っていこうと思います。はい、スマルトブルーでスケッチのアウトラインを取りました。あとはまた写真を見ながらブルー系で肉付けしていこうと思います。で、その前に先にアナとエルサのこの双子のコスプレを塗っていきたいと思います。で、アナとエルサを塗り進める前に下準備としてメグ先生に教わった通り、この黒線、塗り絵の線画ですね、線画の黒線の上をホルベインの白で本当に軽くでいいそうです。上から白を入れておくと、黒線の上に白を入れておくと、後で仕上がりが全然違うそうです。アナとエルサの髪型もこの双子の幽霊ちゃんとお揃いにしたいなと思っているので、今回みたいに髪型を全く変えるアレンジ塗り絵の場合、元の線画を消してしまって上から新しい髪型を描いていくわけなので、あらかじめ線画のこの黒い線に白を入れておいた方が新しく上書きして自由に描きやすいようです。メグ先生から教わりました。はい、この双子の亡霊ちゃんの髪色が赤みがかった焦げ茶、すごい暗い茶色なんですね。で、アナとエルサに同じような髪型をさせたいので、中間色ぐらいのあんまり濃くも薄くもない茶色としてバーントアンバーでアウトラインを描いてみました。なんとなくわかりますかね。肩ぐらいのカールした髪型にしようと思います。で、こんな感じで元々の線画の線を利用しながらどんどん髪型を作っていきたいと思います。元々の線画の線を利用しながらさらにバーントアンバーで髪の毛の形作りしていってます。だいたいどんな感じになるか自分では分かったので、次にアナとエルサのドレスを双子の亡霊ちゃんのワンピースみたいな形に持っていこうと思います。アナとエルサに着せる亡霊ちゃん、双子ちゃんのワンピースはミントグリーンが少し入ったような水色のワンピースなんですね。で、とりあえず影になるかなという部分にピーコックブルーを使ってざっくりとワンピースのひだなどを描き足してみました。で、ワンピースのイメージは自分の中でなんとなくつかめたので、次にエルサとアナのお肌を当たりをつけて塗っていきたいのですが、アナはイエローベースで、エルサはブルーベースのようなお肌に塗っていけたらいいなと思ってます。まずはマダーレッドでざっくりとお肌の影になる部分当たりをつけていきたいんですけれども、光の方向は正面の上側から2人に光が当たっているようなイメージで塗っていきたいと思います。マダーレッドでアナとエルサのお肌の影を大まかにつけてみました。次にアナはイエローベースのお肌にしたいので、
サーモンピンクで薄い影を入れていって、でエルサの方はブルーベースの肌にしたいのでピンクで薄い影を入れていこうと思います。イエローベースにしたいアナの肌にはサーモンピンクで影をつけた後に一番濃いところの影にマホガニーを使いました。それからブルーベースにしたいエルサのお肌はピンクで薄い影をつけたその後にレーズンで一番濃い影もつけておきました。ちなみにこの2人の足元は白っぽい靴下と黒っぽい感じのストラップシューズなので、そちらもなんとなく描いておこうと思います。アナとエルサの足元、白っぽい靴下をウルトラブルーとスマルトブルーを使って影をつけて、ストラップシューズはインディゴを軽く塗っておきました。で、次はいよいよ双子の亡霊ちゃんを塗っていこうと思います。冷たい感じに、冷え冷えな感じに、ホラーですのでできたらいいなと思ってます。ウルトラブルーを使って双子の亡霊とジャック・トランスの表情をちょっと書き込んでみました。双子ちゃん、石像みたいな形にしても面白いかもしれないなと思いました。アナとエルサが作った石像ってことにしてもいいかなと思いました。双子の亡霊の右側の画像を見ながら書き込んでみました。色鉛筆の色はインディゴ、ネイビーブルー、ウルトラブルー、スマルトブルー、ラベンダーブルーを使ってます。で、この双子の亡霊ちゃん、私的にはミントブルーがかった水色のワンピースが印象的なんですけれども、アナとエルサにその色のドレスを着させるつもりでいるので、後ろの双子ちゃんもその色にしちゃったらちょっと見づらくなるかなと思いまして、先にアナとエルサの方を仕上げていってみてから考えようかな。実際に双子ちゃんどの色のドレスにするか考えようかなと思いました。アナとエルサのドレスと髪色の調整中なんですが、この後ろの双子ちゃんの書き込んできた方の誰かに似てるなって思いながら進めてたんですけど、ジェラードンの角刈りじゃない方の人に顔が似てるなぁなんて自分で思いました。で、現在アナとエルサの髪色に使用している色はバーントアンバー、セピア、バーガンディ、レーズン、ブラックですね。そして双子ちゃんのドレスの方に使用している色はピーコックブルー、ネイビーブルー、ピーコックグリーン、スモークブルー、ジェードグリーン、ポースリンブルーっていう感じです。で、実際の双子ちゃんの衣装よりもちょっと色が今のとこ濃くなってるんですけども、今ちょっと考えているのが、アナとエルサはまだ新しい洋服を、今生きている人間なので新しい洋服を着ている感じで、この双子ちゃんは
もう亡くなって10年以上経ってるので、アナとエルサよりも年季の入った色あせた感じのドレスの色になっててもいいかなと今のところ考えてます。それからアナとエルサを塗りながらちょっとイメージしてみたんですけれども、この背景は結構楽しそうな感じに今回しようかなと思いました。いろいろ考えた中で暗い色、背景を暗い色にしたらこの双子の亡霊が浮き出るように見えてきたりもするかな、それも面白いかなと思ったんですけれども、結構シャイニングっていう映画自体が私の中で年に1回ぐらいはなんかつい見たくなっちゃう映画なんですけど、怖いホラーというよりは毎年のように定期的に見てると本当にキャラクターが面白すぎて、もうお決まりのギャグみたいに私の中で見ているので、そんな感じが楽しそうな感じが表現できたらいいかなって思ってきました。自分の中で紹介したシャイニングの世界とのコラボレーションだからそれでもいいかなと思いました。背景をどうしようかなと考えながらオラフとか地面とかなんとなく塗れるところは塗ってみました。オラフに使用している色鉛筆なんですけれども、まず人参が今のところこんな感じです。こちらは字幕を見ていただければ文字でも確認できると思います。次に雪だるまと地面については、雪だるまがこの上3本で地面がこの下2本で今のところ描いています。そしてずっと迷ってた背景なんですけれども、雪の中のマジックアワーみたいな色にしてみたいなと思ってます。淡い感じの色合いにいつもならないので、今回もどうなるかすごく不安なんですけども、頑張って淡いマジックアワーを塗ってみたいと思います。はい、背景のマジックアワー塗りました。今のところまあまあ淡い感じになってるような気がします。で、あとは、亡霊の双子ちゃんとかジャック・トランスとかアナとエルサも、子供時代のアナとエルサも仕上げていって、その過程でどう変わっていくかっていう感じです。それからこの背景はこちらの色を使って塗っています。字幕機能で文字でも確認できると思います。あまり変化がないかもしれないですが、背景のグラデーションが滑らかになるように調整しました。空の一番暗い部分にはインディゴを少し足して、で空の上の方のところに Forget Me Not Blue を少し加えました。双子ちゃんを書き込んでだいぶ表情が出てきたと思います。でもワンピースの色どうするかまだ決めかねています。オラフのお腹の
ジャックトランスをちょっと書き込んでみました。で、下のジャックトランス同じでいいかどうかちょっと迷ってます。先にアナとエルサを仕上げていってみてからどうしようか考えようと思います。アナとエルサ作業の途中ですが、ちょっと思い立って後ろの双子ちゃんのワンピースに手を加えてみました。この双子ちゃんのワンピースは色も印象的だと思うんですけれども、うっすらと多分この生地の柄かなだと思うんですけど、縦縞が確認できるんですよね。それがまた可愛いなと思っていたので書き加えてみました。ちょっとシュールな感じになって、これはこれで面白いなと思いました。双子ちゃんのワンピースとリボンの色にはこちらを使用しています。ローズとローズピンクを使って双子の亡霊ちゃんの血色をお肌に足してみました。ピエロのような怖さとコミカルさが出てきたと思います。アナとエルサの塗り込みの途中なんですが、画面に要素が多すぎて、どこを見ていいかよくわからなくなってきてしまってるなと思うので、やはりこの場面で主役といえば、エルサの魔法で作ってるこの怪しい雪だるまだと思うので、この雪だるまが魔法で作ってるものだよってわかるような形に持っていきたいと思います。魔法の雪だるまのエフェクトのための下地を塗りました。顔料の相性があるのか、一部ダマになってしまう部分もあったりしたんですけれども、基本的にはものすごく綺麗に混色できていくので楽しく塗れました。雪だるまの背景に使用した色鉛筆なんですけれども、まずはグレープでこの周り全体を塗ってから、あと他はこの色を使いました。アナとエルサの塗り込みなんですけれども、元の髪型の三つ編みの線とか、髪を縛ってある線とか隠すために、ホルベインの白を髪の毛の流れに従ってこってりと塗り込みました。あまり得意な作業ではないのでうまくできるかわからないんですけれども、この後また通常の髪の毛の色で髪の流れを描いていって、もっと目立たなくなるといいなという感じです。アナとエルサの髪をさらに描き込みました。だいぶ元々の線は目立たなくなってきたかなという気もします。アナとエルサの衣装などもだいぶ描き込んで、雪だるまにまた取り掛かっているのですが、ちょっとトゥーマッチかもしれないんですけど、やっぱりこの丸を見るとスノーギースを描けってことかなって思いますので、スノーギースを描いてみようかなと思います。で、オラフの目のところもスノーギースにしようかなって今のとこ考えてます。やってみます。この線画の丸をスノーギースの顔に見立てて
体になる部分を消しゴムで消して作ってみました。スノーギースの顔と体の部分にホルベインの白をこってりと塗ったんですが、顔の丸の線画の黒が悪目立ちしてると思うので、先日のメグ先生のライブ配信かな、多分アーカイブで見たやつだと思うんですけれども、そこで紹介されていたミルキーブラッシュ、これ重ね塗りで白くする段階を調整できるみたいなんですね。これをいいとメグ先生が言ってたので、早速使ってみようと思います。はい、ペンテルのミルキーブラッシュで線画の黒い丸の線を消してみたのですが、一度塗りで割としっかりインクが出て、ほとんど消えているような状態になってます。この後インクが乾くのを待ってから色鉛筆で仕上げていきたいと思います。消しゴムやホルベインの白やミルキーブラシを使ってスノーギースを描き足してみました。はい、ジャック・トランスの2体目を描き込みました。この2体目はジャック・トランスが投資をしている最後のシーンから抜け出してくるようなイメージで描いてみました。この最後のシーンのジャック・トランスは焦点の合わないような目もそうなんですけども、もう表情がすごいなって、こんな役者さんってすごいんだなって思う表情なんですよね。なんかうまく描けなかったんですけど、特に描きたかったのがこの口ですね。口元がカエルの解剖をしたみたいな、なんかまるでメスでこう横にさーっと何か皮膚をさっとメスで切ったような、横一文字に切ったみたいな開き方なんですよね。うまく言えないんですけども、気になった方はぜひ映画を確認してみていただけたらと思います。本当にコミカルな気もするし、怖いし、すごい表情してると思います。背後に並んでいる双子の亡霊ちゃんとオラフも整えました。で、仕上げにオラフのキラキラを描いていきたいと思います。電動消しゴム、ポスカ、シグノの白ペンなどを使って雪だるまの魔法のキラキラをつけ出しました。で、いろいろ突っ込みどころは多い作品、自分でも突っ込みどころが多いなと思う作品なんですが、これはこれで完成ということにしようと思います。ずっと描きたかった双子ちゃん描けて嬉しいです。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。左が今回の線画です。ビフォーアフターです。